こんな感じの海が目の前の RV パークで今日はキャンプしております。なんとですね、最大2700ワットまで使えるということで、パワー2000を使ってさっきと同じような感じでね、グリルをね使いたいと思います。いい感じですね。いい感じ。キャンピングカーのやっぱいいところはね、これ1000ワットもかかってたんだね。家で1回トライしたけどそんなにかかってると思わなかった。ちょっと気になったところと2点ほどあります。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今ですね、北関東道を走っております。で今日はね、これから阿字ヶ浦のね海岸の方にね行こうかなと思っておりますね。天気もいいので、海もね綺麗に見えるんじゃないかなって思ってるんですけど、今回ですね僕らDJI さんの、新製品をですねちょっと持ち込んでおります。DJI さんからのねそのご提供で、今回ね、動画を作らせてもらってるんですけども、 DJI パワー2000というこちらね、今日現在まだね未発表のものになっております。未発表なんですね。はい。でこれから発表があって発売とかね時期とかのね公表があるんですけども、それぐらいですねまだ出来たてほやほやのポータブル電源実は持ってきております。でこちらをねメインでね今日ね立ち泊をねしていこうかなと思っております。でどんな製品かと言いますと DJI さんポータブル電源結構力入れておりまして、昨年ね出たねパワー1000というねモデルがあって、でこちらね、容量がね 1024Wh のポータブル電源だったんですけども、今回のはですねパワー2000という、もちろんね容量も倍ということで、2048Wh のポータブル電源になっております。でこれね結構びっくりしたのが出力、インバーターの方ですねがなんとですね最大 2700W まで使えるということで、高いね。そうほぼ何でも使える。2700までいったら基本この手のシリーズって大体は 2000W なの。大体2000とか1800とか、それぐらいが相場感があって、このパワー2000に関しては安定して 2700W が使えるってことだから、ちょっとねそこがね他のメーカーと違うのかなと。それでいてですね音がものすごい静か、充電時の音とかも全然しなくて、もう最初本当に充電されてるのか心配になっちゃうぐらい充電の音が聞こえなくて、それぐらいですね消音のモデルになっております。で実際ね高負荷かけた時にじゃあどれぐらい変わるのかっていうのもね今回ね合わせてね検証しようかなと思っております。それ以外にですねこちらのねパワー2000の特徴としましては、一番ね、大事なところっていうところで、このね安全性というところですね。8重のね安全構造ということで、かなりね今回のモデル DJI さんね、ポータブル電源の安全性に着目しております。で、具体的には、もちろんね BMS もそうなんですけど、26個のね温度センサーをつけたりとか21個のねヒューズを使って、細かにねスマートに異常を検知するっていう仕組みをとっております。こういうね細かいことになってしまうんですけども、やっぱ使う時にね何が一番大事かって言われたら、それは安全性ですよ。どんなにね消音でどんなに高出力でどんなに大容量があったとしても、やっぱり安全性が担保されていないものっていうのをちょっと使うのにはね気になっちゃうかなっていう方もね多いかなと思っております。実際僕らもやっぱりその点っていうのはすごいね自分がやっぱ使う時って見ちゃうんで、あくまでも自分が使ってていいなって思う商品を皆さんにね紹介したいと思ってますので、こちらはですねかなり安全性の高い製品だから僕はいいかなと思っております。ただ実際ね、そうは言ってもね使い勝手とかもいろいろあると思うので、その辺はですねこの動画の中でお伝えできるかなと思ってるので、動画をね見てもらえると嬉しいです。ちなみに1個だけね懸念点としてもうすでに思っているのがこれ重量ですね。このクラスはね、もうしょうがないです。本当にねどのメーカーの 2000W クラスでも大体重いんですよ。で DJI さんのこのパワー2000につきましても、22キロということで、比較的軽い方ではあるんですが、その辺がね、実際使ってみてどうなのかなっていうのもね、見ていきたいなと思っております。ということで今回はですね、こちらのパワー2000と一緒に阿字ヶ浦の方でね車中泊の方をしていきたいと思います。はい、ちょうどね阿字ヶ浦海岸に到着しました。道中国営の日立海浜公園がネモフィラのね施設だからすんごい混んでたね。こっちはね全然降り口のインターチェンジがものすごく混んでて進まない状況だった。そうで、今日はね RV パークを取っているんだけれども、
ちょっとその前に海沿いでね、車止めれるね、ちょっと写真スポットみたいなのがあるからそこに行って、ちょっと別件のね撮影をね一瞬やります。でそれから阿字ヶ浦の方のね RV パークに向かいたいと思います。はい、ここねすごいいいスポット、個人的にすごい好きなとこで、ここでちょっとね車を止めてだな、ここがいい、ここがいい。よし、じゃあ出発します。今ね別件撮影完了しました。そちらの動画の方がねもしかしたら先に出てるかもしれません。こちらのねキャンピングカーオーナーズフーチャンネル編も見てもらえると嬉しいです。紹介したっけ、したか1回は。納車した時ぐらいでね、納車した時はね当然綺麗だからね、まだ。そうね、納車してすぐぐらい荷物が入ったぐらいか。そうまあある程度当然ねキャンカーも乗ってたから、なんだろう、そんなさ新しくものもなかったかもしれんけど、アドリアだ。そう、まあでも約4年このボーンに乗ってみて、まあ良かった点とかね、そう何が足りなかった、何が満足だったかとか、そういう部分がまた伝えられたらいいよね。その辺はねちょっとやっぱ乗っていかないとわからないところみたいなのも実際やっぱりあるので、使い方も変わってきた気がする。そう最初ねカービィの時からだとやっぱりねちょっと違うんだよね。わお、なんかすごい人気だね、やっぱり人気相変わらず。はい、とりあえず阿字ヶ浦着きました。はい、今ね無事に着きましたので、ちょっとねみんな何人かね今日一緒にキャンプしてるんですけども、先にね乾杯だけしてきて、ちょっとね中でね、早速ですけどもこのパワー2000をね使おうかなと思っております。でこちらですねちょっとねまだね未発表品で、まだちょっとこう世に出せないので、今回はですねこの車の中でしか使えないので、こっからね使おうかなと思っております。で室内で一回ね作ってまた外に行くっていうような感じにしようかなと思ってます。早速ね、使うんですけども、こちらですねデロンギのホットサンドメーカーでワッフルも作れるってやつですね。結構電力使うんで、これを実際にこれでパワー2000で使おうかなと思っております。はい、ちなみにねパワー2000のスペックですけども、今ねこの右上に出てるこんな感じのスペックになっております。結構ねハイスペックなのでこれぐらいはいけちゃうんじゃないかなと思っております。で使い方としては、電源を入れる、ドローン起動で刺す。であとはこれね AC、 この AC を押すと、でこれ AC ってつくんでこうねこんな感じ。これで今ね、起動 OK です。で電源入れます。はい、入れました。お、もう900ワット、950ワットぐらいを使ってる。今ね900ワット使っております。これね音聞こえてるかな、僕の声が聞こえてると思うんですけど、これ900ワットを使っててこの音です。はい、こんな感じです。もう全然無音、ほんと無音。これがねこのパワー2000のすごいところです。で熱くなったりとかも当然してないですね。音近づけます。はい、こんな感じです。どっから音がしてんだろうっていうぐらい本当音がしない。で実際デロンギの方はちゃんと動いてますので、これ赤くなってるんですけども、今ね加熱しております。これが緑になったら、そう余熱 OK みたいな。 OK で少しね待ちます。 1,2 分ぐらいかかるかな、 2,3 分ぐらい。はい、で今ね余熱完了して青になりました。で電源はなんとまだ 100% のまんまです。これがね今回のね大容量のすごいところですね。実際にはね当然ね電力ね多少は削れてるんですけども、そんなにダメージがないっていうぐらいですね。じゃあ作っていきますよ。オープンでこんな感じですね。今車内の様子。こんな感じで焼きます。ハムが2枚。
結構ハムこれ分厚い。チーズでマヨネーズ。サンドしていくよ。閉めます。はい、はまりました。はい、でこちらもですね今開始しまして930ワット使っております。こっからは結構ね電力使うんじゃないかな。あれこっちなんか0ワットになったよ。廃棄でしょ。あ、そういうこと？多分緑になったから。あ、温度が上がったってことね。だから常時かかってるってわけじゃないってことだね。多分ね。でもすごいね、これ1000ワットもかかってたんだね。家で一回トライしたけどそんなにかかってると思わなかった負荷が。やっぱわかんないよね。うん。どんだけ家電使ってて、ほらどれがどれだけねかかるかっていうのはさ。そうそうそう。はい、いいから。ね、やっぱね、レンズ使ってます。よし。よし、じゃあ開けるよ。じゃあできてるか。お、いい感じ。お、ちゃんとできてますね。で、新しいのをセットしてまた焼きます。はい、はい、ということで今ね2回目トライしております。930ワット。こちらもやっぱね結構負荷高いですね。その間ねこっちでは一旦作ったやつを切る。あ、また3分測り忘れてる。結局ついてるけど切らないと食べづらいね。うん。いい感じ。こんな感じ。こんな感じでできてます。美味しそう。はい、今ね2回目のデロンギ使ってるんですけども、これね今まで取り扱って紹介したポータブル電源の中でナンバーワンかもしんない。本当に音がしない。これ動いてるよねっていうぐらいで、厚さもなし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 って、むしろ冷たくて気持ちいい。すごいねこれ、ガチの無音。あとねちなみにね今回のもねこれついてます。これ何かって言いますと、ドローンをね充電する時に使う急速充電できるやつですね。これをね僕らドローン使うんで、ドローン使う人はすごいおすすめ。そこからまだあれなのかな。測んないと。これタイマーついてないから。デロンギ唯一あれだね、物はいいけどタイマーがないのだけはちょっと不便かもしれない。そうね。大きいやつだったらあるのかもね。これちっちゃいやつなんですよね。本当はもっと大きいのがあるんだけども高くて買えないから、もうこれでも高いのに我が家はこれで精一杯です。これをね日常からフル活用するということで使っております。これなんかお肉も焼けるみたいだもんね。そう、グリルプレートがついててね。あと明日ちょっとやろうと思ってるワッフルね。この後はでもお肉焼こうかなと思ってる。うん。よし、じゃあオープンします。はい。おー、いい感じ。さあ出来上がりましたが、ホットサンドを2回戦やったから4枚分。4枚分。だから8枚切りでいう8枚全部使ったんだよね。使いました。まあ2回だね。それでね、1000ワットクラスの家電で2回分ホットサンド作ったんですけど、それでもたった 7% しか減らないっていうね、驚異的な容量です。で今日もまだこの後使うのか。そう。だからまだまだね酷使して本当にねどれぐらい使えるのかとかね、これ例えばね 70% とか 80% いったら音が出るのかとかね、そういうのもね、検証していきたいなと思います。はい、ちなみにホットサンドはこんな感じです。もうすぐ作れます、これが。よし、じゃあ持ってこう。味ヶ浦の RV パーク、海が見えるところですね。でみんなでキャンプしてます。こんな感じで中でやってます。よし、じゃあちょっとねこの RV パーク最大の特徴が海が目の前なんでちょっと散歩してきます。こんな感じで信号を渡ったら目の前が海。しょっちゅうここに行きますね。
まあ今はまだね海水浴シーズンじゃないからね、人は。先週はでも暖かかったからね、入れそうだったけどね。でもあれだよね、海水浴シーズンだと人すごいよね。うん、すごい。夏に来たことあるけど、この時期はまだ行ける。全然。今日は特に寒いから。さすがに入る人いないからね。こんな感じで目の前が海。なんてね、いいのは RV パークだから、今日はここに泊まるんで、ここでお酒が飲めるということです。結構さ、海綺麗だよね。前ドローンでね、上から見た時もすごい綺麗だったね。ドローン映像。全然寒い。パーカー着てても寒いもん。やばい、で、こっちが駐車場かな。なんかさ、ここさ、たまにイベントやってるよね。やってる。夏もなんかやったもんね。マルシェみたいな。こんな感じの海が目の前の RV パークで今日はキャンプしております。今いるさ RV パークはさ、シャワーがあるからさ、外シャワーと中のシャワーがあって、お金払えばいつでもお風呂入れるんだよね。そうそう。何回でも。その辺も楽。だからここで遊んで、そうそうそう。こうやって洗うもう全然できるのいい。まあでも何よりね、キャンピングカーでパッと来て海の前でお酒が飲めるっていう、この波の音を聞きながらね過ごせるっていうのが一番なかなかないんじゃないかなってちょっとね紹介してみました。はい、こんな感じでね、信号1個挟んでもうすぐ RV パークです。めっちゃ近いよね。夜とかね、ほんと車通りも結構少なくなるので波の音がちゃんと聞こえます。まあ、こっからでも全然聞こえるけど。はい、ということでね、今回ですね、こちらパワー2000を使ってるんですけども、ちょっとねまだね発表前ということで外には出せないので、こっから電源を取ってコードリールをね外に回しちゃおうかなと思います。この窓から。はい、こんな感じで線を引っ張ってきたので、まあね、ここね窓ガラスのところね少し開けて、こんな感じで軽く挟んでます。こんな感じでゆとりはあります。引っ張っといて、でただ虫入ってきちゃうと嫌なので、これね網戸閉めときます。はい、ほんでこっちでこれを挿すと。はい、じゃあこれからですね電源使うので、今ね、電源入れに来ました。パワー2000を使ってさっきと同じような感じでね、グリルをね使いたいと思います。電源はねちょっとお見せできないのでここに置いて、ここから延長コードつないで使います。はい、なのでこれをね今ねホットプレート仕様になってるんですけども、普通のねグリルに変えて外に持ってって焼こうかなと思います。もう熱くないでしょ。今日ねちょっとね RV パークね電源取れてなかったので、まあね逆に良かったです。これさ、でもいいよね、その油受けね、油受けあるから。はい、こんな感じでね中をセットしました。実際ね、発売して中を普通にね外に出せる、まあ要は購入した状態、購入できる状態であれば全然ねこれ外持ってっちゃった方が早いです。はい、こんな感じでね今930ワット、さっきとほとんど変わらないですね。コードリール挟んでますけど、間に入れてるけど全然ねワット数としては変わらないです。はい、残り 93% で、これでね外でね、グリルをね使って、焼いていきたいと思います。やってやろっかな。こんな感じでさっきと同じような要領で電源入れて今温めております。もう温め終わったか、終わってるね、緑色になってる。そう、余熱は OK。 ちょっとチキン塩振って、しかもこれね穴ついてんの、油落ちんの、油受けが、そうそうそう。テフロン結構効いてるからいけんじゃないかな。油落ちてで予想
これ挟んじゃうの？挟む。下に挟めないでしょ、肉の厚みでね。まあギリいける？ギリいけんじゃないかな。うん、多分。ピーマンの種付きね。いきます。ちょっと置いとこう。ちょっと置いとこう。一回開けてみて。対戦者やる。いいね。なるほど。食べますか？日本の環境であれを使うかどうかってで、オープン。あ、いいんじゃない？いい感じ。すげえこっち油溜まって。落ちるどころかこっちすっげえ溜まってんだけど。中まで火が入ってるのめっちゃうまそう。これも裏返してもう一回あ、そうだね。焼いちゃうか。うまそうじゃん。まだパリパリしてないなこっち。チャイーン。あ、いいんじゃない？いい感じであ、いい感じ。大人のスモーブやとおじさんのスモーブ。よいしょ。うまそう。添えて。あれどうしたのこね。皮目をこっちにしよう。でもちょっと。あ、いけたいけた。れ？どうしたの？あ、いいんじゃないの？なんか屋台みたいな匂いするね。お兄ちゃんとこちょっとぶつかっちゃって、なんだっけあれ家でやってるやつ今。いらっしゃい。でそれもできるようになって絶対できる。だから来年はそのそれ一回ちょっと味見がてら。あ、でも普通に節約しながら生きちゃう。うまい。飲めます？いただきます。どうぞ。ズッキーニもいいですか？どうぞどうぞ。めったにズッキーニ買わないんで。ズッキーニ味付いてから。ズッキーニうま。つもらないね。人気じゃんズッキーニ。ズッキーニうまいよ。柔らかいし。やっぱデロンギすごいな。うわうわ。デロンギのパワーすごい。やば。意外と美味しいね。やば。うまいこれやばい。これ欲しいな。はい。保険屋さんよ。あーズッキーニ。ズッキーニ。2万とか。いけてる？大丈夫？それね。さっきねすごかったの今。うわ。はい、今ですね、2回目のねグリル使って結構ね長いこと使ったんですけども、お肉ね2枚分焼いて、それでもですねこんな感じです。はい、70% 残ってるんで、全然まだまだ半分もいってないですね。熱とかも少しでも生温かいかな、こっち側が。こっち側はこっちはどうってことないの？この辺も平気やな。こっちも平気だね。ここだけかな。この辺だけ。この辺だけ少しあったかいけど、でもこうやって触って比べるとちょっと熱持ってるかなっていう感じ。でも全然なんか熱くて触れないみたいな、熱くて触れないとかそういう感じではない。ちょっと生ぬるいぐらい。はい。とりあえずね、この後はねまた演歌に戻ります。それでもこう居住空間です。アメリカ行ってキャンピングカー借りて思った。居住空間最高やな。ならしいすごいよ。そんな入ってない。そうそう。なんか画面がね。オプションみたいなやつ。マジっすか？すごいっすね。この餃子あれっすか？さっき作ってた。私が作りました。手作りで。私が作りました。うちらこれ全部やったんですよ。包んだんですよみんなで。これ。私ごめんなさい。なんだろうこれ、両方とも嘘をつくんだこの戦いは。ほんと包むの大変だったの。いただきます。はーい、どう？餃子はポン酢かけとくから。ね、ふいちゃん好きなやつでしょ。はい、ということでね、今ね、カップライズの誕生日ケーキでした。こんな感じでキャンプを楽しんでます。お客さんが来るみたいな。はい、この後ですね、ホットワインをね、やろうと思っているので、一回ね、電源入れます。
で、またね、コードリール引っ張ってあるので、そちらから電源を取って、ホットワイン機、もともとはね、熱燗機なんですけど、それでね、ホットワインを作ろうかなと思います。はい、今ですね、電源つけました。350W ぐらいですかね。300W ぐらいか。なので、そんなに消費はないんですけども、これね、ずーっとこのワット数かかるんで、結構ね、負荷かかると思います。で、これからね、外でね、ホットワインね、作っていきたいと思います。はい。ちなみにね、ホットワインはですね、サングリア。この安いね、紙パックのサングリアと、あと八角、シナモンスティック、で、冷凍のミックスベリー。これ全部合わせてもね、1000円ちょっとぐらいで揃うんじゃないかな。それぐらい安いセットです。でもこれでもね、結構美味しいホットワインができるので、すごいね、おすすめです。じゃあここからね、ホットワイン入れていきます。売れると思う。ないって言ったのに。ここにね、八角俺食べちゃう。入れて、あ、ごめん邪魔。今撮影してる。入れます。こんな感じです。あとはこのまんま待つだけでいい。たこ焼きのチーズフォンデュ。すごい、たこ焼きのチーズフォンデュ。ね。これとこのワインとかシャンパンがすごい合いそうな感じです。ホットワインできました。アドリアはね、そういうペースがついてる。あ、いいよね、あれね。ちっちゃいやつでしょ。大人だけど。少しずつ飲んでいきます。だいぶちゃんと出来上がりました。はい、ということでね、今ね、ホットワイン4回戦ぐらい作ってるんですけども、衝撃ですね。63% もあります。7% だけです、減ったのは。全然減らなかったです。これちょっとね、ホットワイン作りながら、これ、明日のね、分の容量足りるかなと思って、ちょっと今心配で見に来たんですけども、20% とかね、30% になったらどうしようと思って、全然半分どころじゃなかったですね。7% しか減ってないです。やっぱ容量が大きいとね、この辺がね、すごくね、たくさん電気が使えるので便利なと思います。はい、今ですね、シャワー浴びてきましたので、ちょっとですね、ドライヤー使いたいと思います。60% です。よいしょ。はい。で、これがね、ドライヤー使った時に、残量が 60% で、ドライヤーのような、1000ワットを超える高出力のものを使った時に、これが結構うなってしまうのかどうかみたいなのもね、確認できたらいいかなと思っております。はい。今ね、ドライヤー出力1400ワットです。こんな感じです。こんなにね、出力高くてもね、ドライヤーの音しかしなくて、このね、ポタ電はね、動作音全くないです。はい、ちょっとね、ここからね、今ね、マイクの指向性を変えます。フロントのみにします。はい、今ね、マイクの指向性フロントのみにしております。いや、使います。はい、こんな感じでですね、全然ね、動作音がしないです。高出力のものを使っても、そしてバッテリーの残量が減ってる状態でも音がしないっていうのがね、これはかなりね、優秀な証なんじゃないかなと思います。はい、ということでね、ドライヤー使ってみましたが、全然問題ないことを確認しました。よいしょ、今ね、車に帰宅。なんか意外とこっちで寝てる率高いの最近。うん。バンク物積みすぎなんだよ。はい、ということでね、もう歯磨きもしたので、今日は寝ます。はい、毛布だと暑くはないな。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おはようございます。おはます。今ね、起床です。外すごいいい天気だったよ。あったかい？あったかい。今多分海行ったらすごい綺麗だと思う。昨日寒かったからね、夜。よし、じゃあね、今日も準備して、今日あれか、ワッフルやんなきゃいけないのか。今日はワッフル。ワッフル日和なんで。キャンピングカーのやっぱいいところはね、どこに行ってもね、同じように寝れるっていうのが。ちょっと今ね、朝お布団畳んでますけど。うちはね、実はこの下でも寝ること結構多いよね、最近。多いね。バンクは、長期の旅はバンクが多いけど、1泊2日だったら別に下でもいいかなって感じ。狭いんだよね、でもね。
まあうーちゃんがでかくなったからな。もうそうでもめんどくささに勝てない、狭いんだけどここの荷物がやばいの。荷物がね実際ね動画ではあんま出てこないんですけど、このバンクがね荷物だらけなんですよ。いつもこの荷物をねいかに減らしていくかっていうのが大事で、こういうケースとか買ってるんだけど、まあ溢れるんだよね、いろんなもんで。来たものがさバラバラとするとこうなるんだよね。そうそうなんかね結構大変よね。まあそんなこんなでとりあえず朝ね準備して、外でね今度ワッフルやりたいと思います。じゃあこれからねワッフル作り始めます。でワッフルは昨日と同じようにこのデロンギで焼きますということなので 54% ぐらい残り、まあなんとかなると思います。味が落ちちゃうから全部入れないと全部蒸れるじゃん。卵をはいじゃあ一緒に黄色になるまでバターも入れますよ。こうねこれが大丈夫。なんか来月とか再来月とかすごいだってすごいハエだもんね。四角くしなくていいか。四角くしないこれでさこのまま焼くとほら丸になるじゃん。よくある。なるほどね、全部やらないで。そうそうみんなに行き渡るぐらいがいい。あと2個なんか新しい空気が上がってやるといい。これまずねこれドクロのマークが必要だったかこれね。はい、ということでね今回ですねフルに使ったけど結果ですね 43% 余っております。結局ね半分は切ったけど全然使い切れませんでした。結構ね朝もねデロンギずっと使ってたんで、1000W をねかけっぱなしにしてたんですけど、それでもね全然減らなかった。こんな感じでね大容量だとすごいね、1泊2日じゃ使い切れなかったです。出発です。よいしょ。無事にチェックアウト。ありがとうございました。またお願いします。はい、ということでね今出発しました。で今回はですね、阿字ヶ浦の方でねみんなで RV パークで、キャンプするということで、旅のねアイテムの中でね DJI のねパワー2000、こちらね検証いろいろとさせてもらったんですけども、トータルですねすごく性能性が高くて、ハイパワーで、そうだな、安全性のところは、正直なんかトラブルとかあったわけじゃないから、ここだけはね、安全だったとしか言えないんですけども、すごくね、僕は使いやすくていいなと思っております。今後もねちょっとこのポータブル電源使っていこうかなと思います。 DJI さんのご提供ありがとうございます。ありがとうございます。でその中でねやっぱデメリットもねちょっとお伝えしなきゃいけないので、実際僕らが使ってみて、ちょっと気になったところというか、ここがもうちょっと良かったらなと思ったのが2点ほどあります。でまず1点はですね、もうこれは大容量のポータブル電源の宿命なんで、これもねパワー2000だけの話じゃないんですけど、やっぱりねちょっと重たい。それはねもう否めない。多分今のね現代価格では多分この重量が限界なんだろうなとは思っております。ただデメリットとしてねちゃんとここがお伝えしなきゃなと思ってて、2000W クラス使うってことはやっぱそれだけ重量もですねやっぱあるんだなっていうのを改めて感じました。で、取っ手とかね、ありますので、何もねないさらの状態で持ち上げるよりかは、当然ね持ち上げやすくて、使いやすさというところはあるんですけども、やっぱり重量は重たいです。22 kg はやっぱり重たい。あともう1点ですね、こちらはですね、AC のコンセントのところになるんですけども、これねちょっと僕のね使い方というか、キャンピングカーで使うとかキャンプで使うっていう方に関してになっちゃうかもしれないんですけど、3線式のねコンセントがついてまして、ちょっとこれはね、使わないかなっていう感じがします。というのもですね、なかなか日本の AC のコンセントって、基本的に普通の AC コンセントプラグですねを挿して使うタイプが多くて、3線式のこういう丸いね形状のやつって
実はあんまり使わないというか、使う製品が限られてるので、こちらね、仕事とかで使う方っていうのはもしかしたら重要かもしれないです。一般的にレジャーで使ったりとか、家の中に置いとく防災対策品として使うのであれば、ここの部分はちょっといらないかなっていうふうに感じております。なので、その点だけね、1点、僕は個人的には全部がね、普通の AC コンセント、プラグのね、100V のやつだったらよかったかなと思っております。それ以外はですね、本当にね、静音性も高くて、充電もね、115分とかそれぐらいだったので、かなり速いスピードで、0-100になります。で、充電してる時の音もね、すごく無音です。で、あとね、拡張もできますので、夏とかね、エアコンとかガンガン使うこともできるので、その辺ね、長期旅とかね、すごく車中泊でね、長期旅される方とかも、これね、拡張できればね、なおいいんじゃないかなと。あとね、前回ね、紹介させていただいた急速充電器ね、 1.8kg のこれをつないでポータブル電源、このパワー線をつなぐともう無敵ですよ。走行充電できるので、それぐらいですね、汎用性も高く、充電スピードも速いし、容量もね大きい、出力も大きい。はい、なのでぜひですね、いろんな用途があると思うんですけども、こちらね DJI パワー2000、今概要欄にね、貼ってありますので、ぜひ、気になった方はねチェックしてもらえると嬉しいです。はい、で今回はですね、キャンプ自体もねすごくね、海の目の前でキャンプできる。こちら RV パークなんですけども、屋外調理がねできる、本当にキャンプスタイルができるので、ね、RV パークランドポート味があるんです。僕らはね、もうここね何回利用してるか分かんない。シャワーもあるし、トイレも綺麗だし、で海がね目の前なので、夏はねめっちゃ人気なんでなかなか取れないです。でみんなでねこうやってね話しながらねキャンプするっていうのもね、なかなかやっぱね経験できない。で海が目の前なんで、結構なんだろう、夜とかね波の音聞こえながら寝るっていうか、そういう感じもね、なかなか非現実的というか、キャンピングカーならではかなとは思ってます。次回はねどこ行くかまだ決まってないんですけども、こういったねキャンピングカーを使ってね旅をねお伝えすることができればなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。